竹島桟橋から小笠原諸島父島にやってまいりました。缶抜き狭間をちょっと狙いたいなと思って。缶抜きもしくは狭間は前回の激流ポイントで、ただ今日は潮も北から南の端からエントリーします。ところが移動開始したものの鈴を鳴らしましたが反応がなく、またウェットをお借りします。今日ねこれだけ人数この車で行きます。また乗っちゃってください。ウェットレンタルでお願いします。ちょっと缶抜き狭間をちょっと狙いたいなと思っているんですよ。はい。昨日ちょっと見れなかったから、だから今日も頑張って探したいなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。行きましょう。行きましょう。ぜひ。缶抜きもしくは狭間は前回の激流ポイントで海底を張って進んでいた難所です。で、多分また時間が遅くなるにつれて昨日みたいに潮の向きが変わってくるとまた昨日みたいにジャバジャバになっちゃうと思うので、逆の向きで入ります。南島沿いからじゃあ最後砂地で上がらないようなロケーションで入っていこうかなと思って。はい、おはようございます。いつものように機材セット中。エア残量190、180以上あるので OK です。現地に到着しました。今回は映像の右端、南端からエントリーして北の端、左端へ泳いでいきます。砂地のところなんですけども、今日はまだ潮が北から南に流れてるような潮で、昨日は南から北に向かう潮で入っていたんですね。で、風も北風だから、当然こう当たって上がりが皆さん多分すごい集中して上がっていただいたかなと思います。ただ今日は潮も北から南、風も北から南ということで、昨日よりかは比較的今落ち着いている状態です。多分午後になってくるとどんどん悪くなっていくかなという感じになってくるんですけども、今日入っていくのは南島沿いから入っていきたいと思います。で、皆さんの右肩に島がある状態でずんずく進んで、後ろからこう流れを感じるような感じですね。そのまま押されるような感じでずんずく進んでいくと、前回は進行方向と潮が逆で大変だったので進行方向を逆にするのだと思いますが、潮も昨日と逆なので逆光になる気がします。そんな感じでお願いします。で、70になったら教えてください。南の端からエントリーします。流される前提なのでエントリーはまとめて素早く行います。相変わらず先行がちょっぱやのインストラクター。今のところは遅れずについていけてます。魚の群れのスケール感がすごい。ところが移動開始したものの想定と潮が逆流になったらしく全体に進まなくなっていきます。さらに潮が不規則になり距離が空き、単独で完全に置いていかれてしまいます。前日はこの距離感で同行できていました。これが海底での最後の動画。余裕がないので1秒しか撮れていませんが、視界に誰もいなくなった状態です。鈴を鳴らしましたが反応がなく、水深22メーター、残圧70、いつもよりエア消費も激しく、追わずに残圧を残して単独浮上しようと決断します。もちろん急浮上は減圧症の危険があるので、マニュアル通りにゆっくり浮上します。水深 5.7 メーター、安全停止中。他のメンバーは水深22メーターの海底のはずですが、海底が見えるパーフェクトな透明度でも人影はゼロ。正真正銘の孤立状態です。安全停止終了まで残り10秒。
ダイブマスターですし、緊急事態の訓練通りに余裕はなくても努めて淡々と行動します。安全停止終了。浮上します。浮上後2分間、ボートも人も見えませんでしたが、正面に赤いシグナルフロートが見えます。大量の泡も見えます。大急ぎで泳いでいきます。フロートのロープをキャッチ。下を見ると、うっすら白いフィンが見えます。ロープを5回全力で引いて存在を知らせます。22メーター先で気づいてくれるのか。波とロープに引っ張られバランスを崩しますが持ちこたえます。1分後、残り5人は最後まで1人いないのに気づかないままだったそうです。2分後、メンバーの安全停止3分間を待ちます。インストラクターが合図してますね。今回は気づいてくれた様子。こうして結果としては無事合流できました。想定と潮が逆流になってしまい、全員ヘトヘトですぐ浮上することにした時点で、インストラクターが欠員に気づいたそうです。たまたま近くに浮上したので合流できましたが、単独で別方向に流されていたら深刻でした。ボートで話してようやく事態を理解してもらえましたが、自己責任でかつ自然には勝てないとはいえ、一つだけ言わせてもらうと、定期的に後ろは振り返ってほしいと思いました。さて、こっからは気分を入れ替えて後編です。北一つ岩っていうポイントで入っていきたいと思います。今、缶抜きで入って、皆さんビュンビュンに流されたかなと思うんですけども、おそらく潮またこういうふうに何しろ超ゆっくり進んでいきますので、よろしくお願いします。全員ちゃんといますか？缶抜きロックと違い超のんびりムード。ダイブ直前にミレさん続行できますかと聞かれ、缶抜きロックみたいな激流だったら一回休もうかなと答えたところ、私だけではなくて全員懲りたらしくて、今回はのんびり行きますと明言されました。ここ北一つ岩はとにかく魚の宝庫でしたね。イスズミ、多分アジアコショウダイ、これも多分青ブダイです。数百ダイブ目の症状です。今回経験本数の多いメンバーだらけでした。さっきあんなことがあったばかりなので、何もない青い海底はちょっと複雑ですが、本日2ダイブ目楽しかったです。